ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第7話は学園都市線の終点へ、そして札幌から小樽へ日帰り。異国情緒あふれる北のウォール街、本場の小樽ビール。さあ今回はどんなノマド旅になったのか、それでは全貌をご覧ください。札幌駅にやってまいりました。今日は小樽へ日帰りで観光しに行きます。とその前に、せっかくの北海道&東日本パスのフリー区間ということで、学園都市線の終着駅に足を運んでみたいと思います。こちらの8時54分発の北海道医療大学行きに乗車します。ウルトラマンみたいな車両ですね。終点の北海道医療大学駅に到着。学園都市線は正式名称殺傷線と呼ぶそうなんですが、去年まで新十津川という駅まで伸びてたそうなんですね。ですが、現在はですね、北海道医療大学駅、こちらの駅が終点となっております。この先も奥まで続いてたような形跡がありますね。いや、とりあえず来てみたはいいんですけど、なんか周りあんま何もない感じですね。改札取ろうとしたら、ここ全部 IC カード専用の自動改札だったんで、こちらの北海道の東日本パスは通せないですね。なんか切符受け取りの箱はあるんですけど、ここに入れちゃうと取れなくなっちゃうんで、とりあえずこのまま通過します。こちらが北海道医療大学駅前の様子です。駅前にちょっと可愛げなログハウスがあったんですが、閉まってるようです。あちらに北海道医療大学と書かれた建物がありますね。やっぱり、駅名の通り、ここには大学があるようです。そういえば電車に乗ってた方々も結構若い方いらっしゃったんで、ここの学生さんなのかもしれないですね。こちらが北海道医療大学。医療大学というだけあって、学部は医療関係だけですね。いや、それにしても本当駅前は大学がある以外は、なんかちょっとした工場と住宅と、あとはもう畑ぐらいしかないですね。周辺には何もなさそうだったんで、乗ってきた電車の折り返しで札幌戻ります。隣の石狩東別駅なんですが、こちらの駅前はかなり栄えているような印象を受けます。札幌駅に戻ってきました。すぐに快速エアポートに乗って小樽へと向かいます。小樽駅に到着しました。観光客とてもたくさんいらっしゃいますね。そして駅舎の天井がかなり印象的ですね。こちらが小樽駅の外観です。国の登録有形文化財にもなっているそうです。駅の目の前にはバスターミナルもあります。このチャンネル恒例、ひたすら徒歩で街ぶらに出かけます。まずは小樽の商店街から、旧手宮線跡という場所に来ました。手宮線は北海道最初の鉄道で1985年に廃止されたそうです。現在は観光地のようになっていて、このように線路の上を歩くことだってできちゃいます。小樽といえば歴史的な西洋建築ですよね。こちらは旧第47銀行小樽支店。さっきの建物と似てますが、こちらは旧安田銀行の小樽支店。こちらの旧三井銀行小樽支店は、現在はニトリが所有する美術館となっております。旧第一銀行小樽支店の建物は、ちょっとなんだか共産主義建築のような趣があります。何やらノスタルジックな通りに来ました。お店がたくさん立ち並んでますね。
北一ベネチア美術館。小樽にいながらベネチア旅行ができると評判らしいです。小樽の洋菓子店といえばこちらのルタオですね。小樽オルゴール堂という場所があったのでちょっと入ってみます。中に入って驚いたのは1908年製のすごく立派なパイプオルガンがあったことです。世界三大ピアノブランドの一つスタンウェイのピアノなんかも展示されております。もちろんオルゴールもたくさん置かれております。これだけのオルゴールを見る機会はなかなかないですね。小樽オルゴール堂の目の前はメルヘン交差点という小樽でも有名な交差点があります。小樽境町郵便局、色が赤から茶色になってて街中に溶け込んでおります。臨港線というバイパスに出てきました。ここから小樽運河へと向かいます。小樽出抜き工事、ちょっと気になるんで入ってみましょう。小さな路地に飲食店が立ち並んでますね。レトロでいい雰囲気です。海産物も楽しめますね。さすが小樽。ようやくやってきました。こちらがあの有名な小樽運河です。現在の気温 29.5 度、実質30度ということで、やっぱり暑いですね。小樽からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。小樽のレンガ倉庫を活用したびっくりドンキー、すごいですねこれは。しかし僕の目的地はその隣にあります。やってきました。小樽倉庫ナンバーワン、小樽の有名なビアパブですね。さあここでビール飲んじゃいましょう。店内に入るとまずは大量の小樽ビールがありました。これはテンション上がるわ。いろいろな種類のビールグラスもあります。店内は本場ドイツのビアパブをイメージした作りとなってます。客席は天井が高くてとても開放的な空間ですね。ビールはまずこちらのドンケルをいただきます。ドンケルのお供にこちらのモッツァレラチーズとフランスパンのブリッジトーストを注文しました。続いて3種類のソーセージを注文。ビール2杯目はこちらのピルスナーを注文。昼飯と昼飲み楽しんだんで再び市内散策に出かけます。小樽運河沿い歩くのいいですね。八甲ならぬ運河の銅像、なんかちょっとシュール。小樽市に2カ所ある総合博物館の運河館にやってきました。入館料は本館との共通券で500円となります。運河館の最初はまず小樽の歴史に関するコーナーです。アイヌ語の小樽内が小樽の由来なんだそうです。明治から大正にかけて小樽は急激に人口が増加したんですね。こちらは明治時代に使われていた船の模型。小樽運河の歴史についても詳しく解説されておりました。とても勉強になる
博物館ですね。街中の銅像にもあった文庫の展示。小樽で消防犬として昭和の頃に活躍していたんだそうです。第2展示室は小樽の自然に関するコーナーとなってます。そしてその奥は縄文時代に関する展示コーナーもあります。縄文土器の種類ってこんなにたくさんあるんですね。運河館を後にして小樽運河をさらに北上します。こちらは小樽運河の象徴とも呼ばれる北海青館の第3倉庫。保存に向けた動きもあるそうです。運河館から徒歩20分ほどでこちらの本館にやってきました。本館は旧国鉄手宮駅の跡地に建てられています。現在は北海道で活躍していた鉄道車両50種類以上が展示されている立派な鉄道博物館となっています。立派な転車台がありますね。そしてこちらが国の重要文化財となっている旧手宮機関庫です。機関庫の中には見たこともないとてもごつい除雪車両が展示されていました。蒸気機関車の部品展示コーナー。建物の上から見下ろすとこんな感じとなってます。機関車やディーゼルカーなどたくさん展示されてます。屋内展示のエリアには博物館の目玉である蒸気機関車の静か号が展示されています。こちらが静か号の運転台ですね。かなりコンパクトでスペースは狭いです。手宮線の跡地がずっと続いているみたいなので、こちらを通って小樽駅の方に向かいたいと思います。線路沿いをずっと歩いて小樽駅前の大通りまでやってきました。小樽駅到着。ここから札幌へ戻ります。駅舎が登録有形文化財になっている小樽駅。ホームはなかなかにレトロですね。18時ちょうど発の快速エアポートに乗ります。札幌から地下鉄南北線に乗って北18条駅にやってきました。閑静な街に佇むアンタップドホステル。こちらが本日の宿です。男女混合ドミトリーの中の様子はこんな感じ。客室内の共用シャワー。客室内の共用トイレ。ベッド内は木のぬくもりが感じられる暖かな作り。共有スペースのキッチン。共有スペースのソファーは植物のインテリアがいい感じ。無料のドリンクも充実してます。戻ってきたばっかですが、夜まで作業しようと思います。日が暮れていい感じにお腹も空いてきたので、セイコーマートで買い出し。札幌駅の北側のエリアってこんなに落ち着いた雰囲気なんですね。今日の晩ご飯はサラダとカツ丼とアイスとハイボール。人生初セイコーマートのカツ丼いただいちゃうぜ。うまい。お口直しにラムレーズン味のモーをいただいちゃいます。小樽からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。